って何かお願いするわけじゃなくて、やっぱり自分の心を落ち着かせるっていうか、行かせてもらってることにこう感謝をさせてもらって仕事に臨んで、で最後仕事が終わった時も今日一日どういう結果であったとしても感謝の気持ちを持って祈らせてもらう。お父さんがパンの製造したんですよね。その後に父が営業マンになったんですよね。その営業の姿をすごい見ていて、僕が高校卒業した時に進路が決まってなくて、でお父さん憧れてたんでパンの製造を志したっていう感じで、東京のどんくさん19歳の時に就職してみたいな。専門学校大阪1年行ったんで、その次に営業の仕事をされたっていうのはお父さんの影響ですか？そうですね。もう父も同じ食品の営業、パンの原材料の営業やってたんで憧れててっていう一緒でしたね。水分を残してしっかり焼くっていうのを考えているので、そうすると宮城県の方々が好きな食感になるっていうか、欧米人と日本人って唾液の量全然違うんですって。2倍ぐらい違ってて、フランスパンとかすごい売れてるところって京都とか神戸、あっちの方の人たちと東北の人たちって唾液の量って全然違うんですって。唾液の量が違うってことは結果的にフランスパンだったりとかこっちが根ざさない理由っていうのはやっぱりお米だよねって。でお米にやっぱり共存していくためにはパンの水分をいかに残すかで、東北の人たちが好むようなパンだから、僕多分九州とか神戸とかでもしお店開けって言われたら全然違う配合になるんですよね。お客さんに合わせるじゃないですけど、そういったパン作りを心がけてるんで。宮城県東北ってパンの食べる文化ってあんまり昔からなくて、やっぱ米どころなんですよね、なんだかんだで。だからその米どころの方々をどういうふうにパンに向かせるかっていうのをこの営業時代15年間でずっと考えてきて、行き継いだ先がやっぱりこの製法であって、で麺屋さんってイーストが入らない分発酵考えを全くしなくて麺の熟成を考えるんですよね。熟成を引き出さないと麺の旨味が出てこないので、その旨味を引き出すために温度帯、寝かせる温度帯をすごいこだわってて、発酵以外の旨味を引き出す熟成っていうのをこだわってうちはパンを全てにおいて作ってるっていう。おかげさまでこのパンが一番お客さんから支持されてましたね。クリームパンですか？クリームパンですね。やっぱり普通のクリームパンにちょっとだけ美味しくっていうそんなコンセプトで作ってて、最高級のフランス料理を食べたことない人が食べてわからないのと一緒で、クリームパンと馴染みのあるものをちょっとだけ美味しくっていうのをしてあげるとすごく鮮明に焼き付いてくれるんで、
そういうコンセプトで作ってますね。シロップで煮込んで、あとバニラビーンズを2、3本入れて、で1週間ほど置いて、でバニラの香りを引き出して、でこのダークチリにのせる、デニッシュにのせるっていう、結構大変でも釜が一番大事で、一番そのお客さんの口と一番近いその位置っていうのがここの釜なんですよね。正直どんな小麦を使っても小麦の問屋にいたから分かるんですけど、どんなランクの小麦使っても焼きたてってもう9割ぐらい全部一緒で、本番は焼き上がってから12時間ぐらい経った後にパンの美味しさの進化って問われてて、でそのうまみっていうのが最終的に焼き上がった後は全然生きてこないんですけど、2、3日経った後に食べた時に美味しいって感じる、そういったものを営業時代に発見して、それでこのパンたちを作ろうっていうの、それが今のうちのパンの根底のコンセプトで、夕方その日買ったパンってみんなほとんどが翌日のおやつだったりとか朝食べるんで、そこにこうめがけて設計を僕はしてて、片手はまあ普通に食べれるんですけど、時間が経った時に本領を発揮するパンっていうのを心がけてて、夫がそう教え方がすごい上手でなんかこうやらせてくれるのでだいぶ慣れてきました。なんですかこれクロックムッシュなんですけど、うちもう食パンを当日切ったやつをクロックムッシュにしてて、で
そうするとものすごいしっとりした黒々しいっていうか、まあ時間が経ってトーストすると本当に焼きたてみたいな感じになるんですよね。本当にとにかくお客さんの食べるシーンをもう想像して、どの瞬間に口に入るかっていうのをもう考えて作ってますね。だからフランスパンも味が強いってわけじゃなくて、個性が普通なんですけど、でも何かと合わせて食べた時にとんでもなく美味しくなるっていうか、具材がそれの脇役であればあるほどいいバゲットだと僕は思っていて。うちの場合は対面なんで、これが結構やっぱ手間なんですけど、一個一個の地味な作業も嫌な顔一つせずやってくれるっていうのはやっぱりありがたいですよね。非常にやってくれるんですよ。平日は500個ぐらいで、土曜日はその倍近くになるんで、それを1個ずつ包んで、お客さんが取りやすいようにシールを貼ったりとか、そういうやっぱ僕の食べるシーンに気を使っているんで、妻もそういったことを一緒に意識共有してくれるんで、それだけで感謝ですよね。これ焼けたばっかりですよね。焼けたばっかりやっちゃいますね。そうするとクラムの水分がすぐに外に出るので、そうすると皮のパリッと感が長持ちするんですよね。全然違いますね。修行時代になったら怒られますけど、でももう絶対こうした方が運命の差が美味しさが長続きしますね。
これは何入れたんですか？みりんですね。全然味変わるんですよ。これカレーですか？なんかカレーにみりんで、最後仕上げにトッピングチーズ。このパンさっき潰したんですけど、潰すとクラストがバキバキになって食べた時に甘く感じるっていう。ここからちょっとあんバターフランスを仕上げて、で仕上げて仕込みに入ってくるみたいこれもうオーブン落としちゃうんですか？な。もう落としちゃいますね。いらっしゃいませ。4枚、はい、ありがとうございます。あちらレジ前にお伺い。で妻がやっぱり買った時に初見のお客さんとか分かるんで、オーブントースターで焼いてもらうとより一層美味しくいただけますとかのプラスワンっていう形のアシストをさせてもらうんで、それで結果的にお客さんがあそうかしら、あら美味しいっていう形で新たな発見をお客さん自身でしてもらうことによって、冷めても美味しいよねここのパンっていう形の構図をあえて妻と一緒に販売戦略としてラムネーズの好きなパンは？クロワッサン食パンのパンの耳だけが袋に入ってるやつがあって、それをふわふわパンって勝手に呼んでて、それすごい気に入ってて、それを今日予約をしに来たんですけども、予約しないと買えないぐらい1袋しか1日出ないので、それを目的で今日は。でもね、インタビューでお時間取らせちゃったので、もしよかったら今日はプレゼントしました。じゃあどうぞだってありがとう。ニヤニヤ。これを予約しに来たんだよね今日。あ、よかった。じゃあ大丈夫。その話な
しょう。まだギリギリで前日までで愛してるバイバイもう帰る完全に覚えてるんですよ。何買ったかとかで買わなくて帰ったりしたお客さんほど覚えてて、半年後とかに来てくれた時にポッと言うんですよね。あの時すいませんでしたって。そっからもうギュッて掴まれちゃいますよね。そういうことを見てるお客さんがやっぱりここでお客さんが働きたいって言ってくれたりとか、うちのパンにわざわざこう足運んで買いに来てくれてるのと、時間も割いてるしお金ももらってるので、なるべくなんかその感謝の気持ちを伝えられるように丁寧にって心がけてはいるんです。昔はパンだったり商品を作るのは7で販売が3だったんですけど、今は逆転。販売は7でそれをアシストするのは商品。人との心のやり取りを人が感じたい、あったかさに触れたいっていう、そういう形の販売を心がけていくことによって企業って継続していきやすいのかなっていうのは感じますよね。もちろん美味しいパン作るのは当たり前なんですけど、それ以上に考えなきゃいけないのは人との心のやり取りだと思ってるんで。